にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。アイドル超人はやっぱのブロッケンええ声してる白ビンはピカピカでかっこいい。おー、正義超人かっこよいな。スプリングとか蛇口とかなんなんだよ。ロビンマスクがマスクをかぶったまま酸素マスクをつけてるとこで笑った。オープニングのロビンマスクやラーメンマンたちかっこいいなと思ってたら、ほとんど出番ないまま終わったな。まだ続きあるみたいだから楽しみにしておくか。草尾ネメシスかっこいいやん、気に入ったわ。カラーリングも良いね。草尾さんはギリで昭和アニメ感残ってて良いな。ネメシスの自信たっぷりの物言い。声だけ聞いてるとまさに桜木花道。筋肉族一の天才ですから。ネメシスの正体知っているあいつのリアクション、アニオリでいいから欲しかったな。あの場にいる正義超人の誰かがネメシスの正体を知ってるって言ってたが誰なんだ。テリーとジェロニモはもちろん、スグルとミートは知らないし、誰が知ってるんだ。委員長、グリムリパー結構良かった。諏訪部さんには古川敏夫さんのブルー将軍みたいな演技やってほしかった。グリムリパーの声、昔から中尾流星さんと言われてたけど、あまりに CV 中尾流星っぽさが強すぎて逆にないんじゃないかと思ってた。諏訪部さんの線のただものじゃないかんってのも正解だと思う。諏訪部ニャガニャガマン見返すと叫ぶ声と会話の時の使い分けとか微細に演じててよいわ。草尾も一度目はとか思ったけどすぐ慣れた。回数重ねてこなれてくるとかなりハマってきそうで2期が楽しみ。改めて見るとネメシス以外ではグリムリパーが順当に出番多いんだな。当時はこいつに注目なんてしていなかったが。グリムリパーはいきなり燃えてピークを捕まえたと思ったら、あっさり逃げられて何がしたかったんだ。ネメシスに譲ったんだろ。マグネットパワーより指パッチンの方がチート。パッチンの衝撃波でいろんなもの切り刻むもんな。最高。元いグリムリパーさんの謎スイッチがなくなってしまって少し残念。モニターに向けてリモコンのボタンを押したら向こうで反応するのがすごいよな。昔から時々あるな。昔スーパー戦隊の何かでモニター越しに攻撃してきたのがいたような気がする。草を割と頑張ってるな。声質の違和感をこれまで培った演技力で打ち消してる。さすがベテランだ。諏訪部は思ったより違和感なかった。後原作で知ってたのに、鳥取砂丘に階段ピラミッド出現してリングが生えてくるとこで笑ってしまった。ピラミッドリングが古代に作られてたのはわかる。その近くにでっかいディスプレイがあるのはおかしいだろ。出てきたピラミッドが反壊した理由を誰も知らないの笑う。ネメシス、ははは、あれこそが超人ピラミッドリングだ。なんでいきなり壊れたん？クリム、なんで壊れたんだろう。わざわざピラミッドを建ててまで自分の死に場所をセッティングしてくれて、スプリングマンもにっこり。牛のやつはなんか正義超人軍に未練たらたらすぎるだろ。バッファローマンのツンデレが毎回細かくて草生える。原作からしてこうなのかは知らんがスタッフに牛好きいそう。しかしスプリングバズーカは相変わらず見てると安心できる強さがある。笑い。よくスプリングマンがスプリングバズーカを許したな。バッファローマンが無理やりスプリングマンの頭は静かみにしてスプリングバズーカ撃ったのか。スプリングマンもノリノリだったような。フリーマンっていっつも大怪我してるな。ジェロニモよりマシじゃね。看護婦かわいい。ゲストのキッドが悲鳴で終わって笑える。看護師、かわいそうだったな。きちんと検査しないと。キッドの悲鳴のために女看護師にすら手を出す下道とかしたクラッシュマンが少し不憫だったな。原作でも医者は殴ってたけど。見返したら言って。みたいに頭を押さえてるだけで普通に歩いて帰ってるし。超人看護師強すぎわろた。ビビンバ、超人強度10万。3階くらいから自分で飛び降りただけで顔ぐちゃぐちゃ。超人看護師、クラッシュマンに首をつかまれて雑に投げ捨てられても悲鳴は上げたが無傷。多分女性超人界屈指の強豪だった。
看護師の前に張り倒された石も歩いて帰れる余力は残っていたし、あれはクラッシュマンも相手がレスラーじゃないから相当手加減してただろう。あの世界はスグルを宇宙まで吹っ飛ばす地球人の女もいるぜ。1月か、割と早かったな。まあそんなもんじゃないか。次のアニメが終わったら、また筋肉マンだろうって予想は結構あったしね。とりあえず上がるアニメ枠がある以上はやるって感じか。3クール目からはわからん。2期はオープニングとエンディングの曲変わるのかな。エンディングはそのまま続投で、オープニングは演奏差し替えとかかな。オープニングの歌詞がクリ人編全体のことっぽいし、そのまま使う気するな。シリーズごとに森雪之丞に頼むと歌詞そうにもないし。ガチで出来が良かったな。今回のアニメは筋肉マンってぶっちゃけ旧アニメの出来があんまり良くなかったじゃん。だから今回も不安があったんだけど、それを完全に払拭してくれたね。そして1クールで第一陣の戦いを上手にまとめて2クール目にバトンタッチという尺調整まで完璧。この感じだと2クール目では悪魔将軍が顔見せ程度して続くって感じかな。襲来したラージナンバーズの第2陣、そしてカンニクことネメシス。筋肉族であることを隠さないその風貌その技。だがその言動は筋肉族や友情パワーを忌み嫌うように感じる。さらなる混沌の中に現れたロビン・マスクラの正義軍メンバー。最高の締めくくりと時期への期待。緊張感の演出がすごい上手くて原作読んでるから内容知ってるのに、見ててヒヤヒヤしてしまった。ラジナンの二陣も強者感がすごくてよかった。ネメシス聞くとコロコロと教えてくれるあたりは人が良すぎるのがにじみ出てる。うわーネメシスかっこいい。アイドル超人勢揃いで普通に感動した。困惑タイム。なぜ鳥取砂丘にピラミッドが移動してきた。半分壊れた。なるほどそっちがリングなんだな。違うんだ。壊れた意味はステージ説明で最終回とか斬新すぎる。面白かったです。2期すごく楽しみです。すごい。今回は2期へ向けての俺戦いだと思って油断してた。ネメシス版マッスルスパークの迫力。みんな大好きスプリングバズーカついに令和を広め。お待ちかねの正義超人だよ。全員集合。第2ラウンドへの期待と興奮が最高潮に高まったとこで1期終了は憎いぜ。筋肉マンの魅力の一つって超人のデザインが点でバラバラなことだと思う。ブロッケンジュニア、ウォーズマン、ラーメンマン、ロビンマスクが並び立つカットだけでもアベンジャーズ並みにデザインがバラバラ。超人応募企画の賜物。ドラゴンボール Z の頃から活躍してる草尾拓司さん。もう声もだいぶ老けてるかなと思ったけど、まだ声がガラガラしてなくてネメシスの見た目にぴったりの声だった。ワンピースとかの長寿アニメだと、さすがに初期からいるキャラを担当してる人の声が老けてきてるのを感じてるから。いろいろと豪華な回だったが、バッファローマンとスプリングマンの掛け合いに、今回も盛大に笑わせてもらった。対戦してないにもかかわらず、もはやこの2人はシーズン1の象徴と個人的になりつつある。レイはクオリティのスプリングバズーカ、想像よりかっこよくて大満足。あと個人的にブリムリパーの声が渋くなりすぎないか心配だったけど、個人的に声優さんがタルタロスの声のイメージが強かっため、ミステリアスな感じの声でイメージ通りでよかった。ここで終わるのかよって終わり方でした。やっと主要キャラが揃ったところだったんですが、しかしテリーとゼロニモのカマセは最終話でも相変わらずで笑わせてもらいました。まだ出てきてほしい超人はいるんですけど、それはまた1月以降ですね。筋肉マン最終回でしたね。2期目はやっぱりやるみたいで来年1月からですね。1クール間を挟んでから帰ってくる感じですね。ようやく正義超人が参戦していいところで終わってしまって早く続きが見たいですね。ひとまず1クールお疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があ
あるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。